にゃら、マッシュですけど、今回もスクブスやっていくんですけど、今回はこちらですね。今日何か起きるかもということでやっていきたいと思います。はい、なんだそのタイトルはっていうところなんですけど、今日はスクバス今日動きがあるかもっていう、情報の共有っていうのと、あとは最近のスクバスの状況というかね、ミニニュース的な感じ、マシロが思っていることなど、軽く、喋っていけたらなと思っています。そろそろ動きがありそうだなっていう、次のアップデートがね、ありそうなんで、ちょっと軽い予想とかね、そういったところをゆるっと話していければと思います。本編の前にチャンネル登録の方だけよろしくお願いいたします。現在クリエイターコードを目指して毎日スクバス動画投稿しています。ぜひチャンネル登録の方で応援よろしくお願いいたします。はい、ということで、まずはね、さっきの投稿について見ていきたいんですけど、このリーって方かな。これは多分ね、スクバスプレイヤーだと思います。その人の投稿。そしてこのエイドリアンさんですね。こちらはスクバスのアップデート動画で、登場するお兄さんの方ですね。スクバス公式の人と思っていただければと思います。まずは8月26日、今週の出来事ですね。今週、ポスト翻訳しましょう。ゲームの将来の方向性について何か聞けるのっていうところが、聞きたいところ。スクバスプレイヤーね、今多くの方が思っているところだと思います。今後のね、予定とかどう組んでるのだって気になるところではあると思いますが、そこについてね、投稿したと。で、それに対してエイドリアンさんがフライデーという形で返信して、金曜日に何か動きがあるんじゃないかっていうのが、このね、SNS チェックしてる人はなんとなく知ってると思いますが、そこに期待があって、今動画で取り上げていると。そういった流れでございます。この動画ね、基本的には真っ白の予想とか、そういったところになってくるので、確証がある話ではないっていうところをね、ちょっと押さえていただいて。ということで、今日動きがあるなら、何時頃ちょっと注目すればいいっていうところなんですけど、まず今この動画に投稿されているのがおそらく夕方6時か。日本時間の夕方6時だと思うので、その2時間後の夜8時ですね。っていうのがまずポイント一つ目。もう一つが6時間後の12時、0時ですね。0時っていうのが、一つ目印になるのかなと思います。スクバスよくあるのが日本時間の夜8時。ここがだいたいイベントが始まったり終わったり、公式さんが何かしらね、X とかで投稿したりっていうのがだいたい夜8時だったりするので、そこがちょっと切り替わりの注目ポイントの一つかなと。0時に投稿される時もあるし、あとはクリエイターでね、クリエイターが先行プレイとか、情報公開とか、そういった時にだいたい0時にぴったり足並み揃えて投稿したりもするので、ちょっとその辺は個人的に注目して見ている状況でございます。で、じゃあ次に、この動きがあるとしたら何について、動きがあるのかっていうところをね、喋っていきましょう。一つ予想できるのはシンプルなアップデートですよね。新キャラだったり、新ワールドだったり、いろいろあると思いますが、純粋なアップデート、バランス調整だったりね、そういったところがあると思います。前回のアップデ情報公開っていうのがもう2ヶ月前ですね。はい、早いですね。ソニックが来てから2ヶ月前っていうところで、さすがにそろそろ動きあるでしょうっていうのが界隈の雰囲気、流れでもありますし、2ヶ月に1回のアップデート予定っていうのは前々からね、公式さんが言ってたりするので、さすがにそろそろっていうのがね、一つあります。もしアップデートが行われるっていうところでいくと、スケジュール的には、今日が金曜日っていうところでいくと、土日あたりにはプレミア公開。日本時間でいくと大体ね、日曜日の0時、日曜日になった瞬間にね、プレミア公開っていうのが、いつもの流れではあるんですけど、そこがありまして、来週の火曜日には早ければ実装っていうのがよくね、あるあるの流れでございます。なので、その辺のスケジュールもあるかと思いますが、純粋なアップデート動画が、公開されるかもっていうのが、今日ね、何かしらね、情報があるかもっていうのが予想の一つ目ですね。で、もう一つっていうのが、さっきのね、投稿に関してなんですけど、さっきの投稿がやっぱね、ゲームの将来どう考えているのか、そっち側のところでしたね。ゲームの内容のアップデートについてじゃなくて、ゲーム全体どういった方向性で公式さんは考えてるのっていうところが聞きたそうだったので、それ系の話があるのかなっていうのも、一つあると思います。スクバス公式の企画としては、スクワットライブっていうのがあって、視聴者のね、質問を生配信で答えていく、そういったね、企画もあったりするので、それ系の動きですね、生配信形式で何かしら情報が発表される的なところもあるかもしれません。っていうのがね、予想の二つ目になっております。というところで、金曜日にね、何かしら動くかもしれないっていうのがあるので、その情報共有っていうところで、この動画撮っていきました。で、最近の動きについてね、ちょっと話していきたいんですけど、最近スクバスで行くと、あれか、クラッシュオブクラブか。クラッシュオブクラブありましたね。あれね、楽しかったよね。SNS 見てても、やっぱりね、1対1ってところから、フレンドと対戦したいっていう要望もね、ちらほら見かけました。マシロもね、思ってて、それ投稿したんですけど、やっぱね、クラッシュオブクラブって1対1だから、やっぱ友達と戦いたいし、いいよね、あれ。あれでなんか、ミニトーナメントとかがね、行われたとしても全然面白いと思うし、いうところ一つあって、クラッシュオブクラブどうでしたか皆さん遊んでみて。個人的にはね、結構好き。カニ強えし、1対1なんで、
まあなんかね、ボットに左右されるとかもなかったし、なんか格段ここがアンバランスだねっていうのもそんなに感じなかったりする。まあキャラが強い弱いはね、あれど、そのシステム的にはね、ここがなんかめっちゃアンバランスだねっていうのがそんなになかったと思うので、定期的に来てほしいなとは思います。まあミニイベント的な立ち位置で来たので、まあ、今後もね、そういった感じで何週間かのサイクルで来てくれると嬉しいなと思います。報酬もね、ちゃんとヒーローポイントあって嬉しかったしね。で、あとは、ピニャータか。昨日から始まってるね。日本時間でいくと28日の夜8時からピニャータが始まっております。これが9月の1までかなだったと思うので、まあ、ピニャータもね、遊んでいきましょう。っていうところが、まあ、最近のスクバスの動きですかね。まあ、金曜日に何かありそうってところを本当は共有したくて、この動画投稿してるので、まあ、ちょっと皆さんもちょっと注目していきましょう。まあ、高くね、熱を保っていければと思います。何か動きがあるかも。そこはね、一緒に注目していきましょう。また、マシュの方でも何か動きがあったら、情報はまとめていくので、ぜひお待ちください。はい、ということで今回はこんな感じで終わってたと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。あの夜も